ご視聴ありがとうございます。今回は経営破綻した鉄道路線に迫ります。想定通りにいかなかった計画と厳しすぎる路線環境の裏側を解説します。土地まで確保されているというまさかの延伸計画にも注目です。ここは千葉県の京成千葉駅です。 JR の千葉駅から少しだけ離れたこの駅、関東の大手私鉄京成電鉄の拠点駅の一つです。2023年度の乗降客数は1日平均で3万人余りで、京成の69駅で上から15番目です。この駅に乗り入れるのは京成の支線の一つ、千葉線です。8駅上り寄りの京成津田沼駅で京成本線から分岐する路線です。そして注目すべきはこの運賃表です。向かって左の上り寄りに比べ右の下り寄りの方が運賃の上がり具合が激しいのが分かります。隣の千葉中央まで150円、千葉寺まで290円、終点の千原台までは450円です。千原台までの距離は 10.9 キロ。第3セクターかと思えるほど運賃がガンガン上がっていきます。一方、上り寄りの京成津田沼駅はここから 12.3 キロ。千原台より遠いのに280円で行けます。また450円あれば上り寄りにさらに離れた京成高砂駅まで行けます。この極端な運賃の理由が路線の違いです。京成津田沼から隣の千葉中央までが千葉線、そこから終点の千原台までが千原線という別の路線になっているのです。下り方面の時刻表がこちら。日中は10分間隔で次の千葉中央行きと終点の千原台行きが交互に運行されています。上り方面には京成本線直通の上野行きもありますが、どれも各駅停車です。千葉駅から総武線に乗れば安くて早いので、東京方面への輸送では京成に勝ち目はありません。日中は京成津田沼で接続する新京成線の松戸と千葉中央の間を運行する列車と、京成津田沼から千原台までを運行する列車が交互に走っています。路線図では新京成線に直通する列車を表すピンク色の線が千葉中央で途切れているのが分かります。ホームにやってきたのが千原台行きです。ほとんどの列車が6両で運行されているものの、中には4両編成もあります。これは京成3600型の4両編成です。京成では異端な車両なのですが、映像の尺がいまいち足りないので説明はまた後で。4両編成だと階段付近の車両が結構混むようです。ワンマン運転ですが、乗務員の訓練中らしく先頭には3人乗っています。千原線と千葉線は京成でコスト削減が進められている路線の一つです。京成千葉駅を発車してほどなく、次の千葉中央駅に到着。隣のホームに止まっているのは折り返しの新京成線直通列車です。そしてここでこの駅のミニ解説と千原線の成り立ちを解説です。千葉中央駅はかつて少し離れた場所にあり、駅名も京成千葉で、京成は自社路線における千葉の中心駅と位置づけていました。戦時中の空襲で駅舎が焼失するなどの被害を受けた後、1958年に戦後復興に合わせた区画整理の兼ね合いで今の場所に移転しています。当時の中心市街地からの移転に難色を示した京成に対し、国鉄の旧本千葉駅の敷地が譲渡され折り合いをつけたと言われます。駅ビルには千葉県唯一のエスカレーターも設置されるなど、京成の主要駅の一つでした。ところが1963年に国鉄の千葉駅が移転したことで町の重心が変わります。4年後の1967年には京成千葉線にも駅ができましたが、当時の駅名は国鉄千葉駅前。これは国鉄が民営化されるまでそのままでした。京成千葉駅は急カーブにあり、主要駅の立地としては良くないですが、それにはこのような理由があったのです。そして今の千原線は複雑な経過をたどった路線でした。
千原線はもともと京成が計画した路線ではなく、千葉県を走るローカル私鉄である小湊鉄道が1950年代後半に免許申請した路線です。当時の小湊鉄道では、沿線でニュータウンの開発が進んでおり、乗客の増加を当て込んで新線を計画。内房線の五井駅経由で千葉市中心部や東京へ通勤通学していた乗客を天有駅から分岐する新線で国鉄の本千葉駅まで運ぶのが目的でした。1957年に免許は下りたものの、小湊鉄道には新線を建設する資金がなく、計画は凍結状態でした。その後1970年代に入り、千葉市南東部と市原市北部にまたがるニュータウンが計画されると、この路線をニュータウンへのアクセス路線に転用する案が浮上。1973年に京成や千葉県、千葉市、市原市などが出資し、第三セクターの千葉急行電鉄が設立されると、1975年には免許が小湊鉄道から同社に譲渡されています。ルートはニュータウン寄りに変更され、起点も本千葉駅から今の千葉中央駅になり、京成千葉線に直通する計画になっています。ちなみに千原台というのは、千葉と市原から1文字ずつ取り、親しみやすいようひらがなにしたものです。1992年には、千葉中央大森台間が開業、1995年には千原台までが開業し、今の路線が出来上がりました。その後も路線の延伸などが検討されたものの、千葉急行には大きな壁が立ちはだかります。まず、バブル崩壊に伴う沿線開発の難航で人口があまり増えなかったこと。そして、土地の取得費用が爆上がりした結果、建設費が増えたこと。さらにこの路線は、日本鉄道建設公団、略して鉄建公団が建設したものでした。鉄建公団は64年3月に設立された法人で、当時、国鉄が大都市圏の需要増加に対応する投資に追われ、地方の路線整備に手が回っていなかったことから、それを肩代わりする名目で設立されたものです。その後、大都市の私鉄でも新線建設や路線の改良が必要になり、民間だけでやるには無理があるとして、鉄建公団がこうした工事をできるように法律が改正されました。ところが、土木の力をフル活用した施設はかなり豪華で、列車が高速で走れるなどの恩恵はあったものの、建設費や維持費がかさむデメリットもありました。また、国鉄で作った路線にはそれ自体採算性の低いものが多く、国鉄の経営悪化が加速する要因になっています。これらの原因が重なって建設費が増えた結果、それを回収するために運賃も高額になり、利用者数は伸び悩みます。しかも、学園前とお弓野の両駅の北東には外房線の鎌取駅があり、こちらの方がアクセスが良く、運賃も圧倒的に安いです。経営が苦しかったため、車両は全てリースで賄われ、自社で発注した新車や他社からの中古車などは全くありませんでした。関東近郊には似たような理由で経営が思わしくない会社が複数あったものの、車両が全部リースというのはなかなかない事例です。乗客が需要予測より少なかったことや、減価償却費や金利負担により、千葉急行電鉄は早くも経営に行き詰まるようになり、94年には債務超過に陥ります。最初の区間の開業からわずか6年、全線開業から3年後の1998年には、筆頭株主だった京成が経営を引き継ぎ、千葉急行電鉄は清算されることが決定。それまで千葉急行線という路線名だったのが、千原線に改められています。ただし京成への移管後も、運賃体系はそれまでのものが引き継がれています。例えば京成津田沼から千原台までを利用する場合、京成津田沼から千葉中央までの運賃と、千葉中央から千原台までの運賃を合算する方式です。一般的に、乗車距離が長くなるほど運賃の上がり具合が緩くなるので、このバラバラ合算方式だと運賃が割高になります。また、千原線内だけの運賃も他の京成線より割高です。千原台から天有木までの免許も京成が譲り受けたものの、この区間は着工することなくそのままです。10年も持たずに京成に吸収された千原線、その今と未来に迫ります。千葉中央駅で下り寄りを見ます。
あの車両が新京成線直通の松戸行きです。乗客の利便性を確保するため、折り返し列車は下りホームで乗客を降ろし、下り寄りで折り返して上りホームに来ることが多いようです。下り列車に乗ります。車内アナウンスでは、これより先ではワンマン運転である旨の告知が入ります。そしてすぐ隣の線路が途切れます。そう、あの線路は上り線ではなく折り返し列車のための線路。ここから線路は単線になります。千葉中央駅を出てほどなく JR 線の線路を高架でまたぎ千葉寺駅に到着です。千葉中央駅から 2.5 キロあるものの JR の蘇我駅が1キロほどの距離にあるため乗客はそれほど多くないです。千原線の各駅と京成千葉駅の乗降客数がこちら。この駅は千原線で最も乗降客数が少ないです。ただしそれ以外の駅も状況はそれほど良くなく、近隣の JR の駅と10倍以上の差がある駅もあります。運転席に座った状態ではドアの開け閉めができないので、運転士が窓から顔を出して安全確認をします。また駅係員がホームに立ち会っています。この車両3600型はもともと6両編成だったのを8両編成に切り替えた時、余った先頭車両をつなげて6両編成にしたものです。その後2両が廃車になったことで4両になりましたが、全ての車両にモーターがあるパワフルさからターボくんの名で親しまれ、京成のプレスリリースにも載っています。3600型は通常は京急線には直通しませんが、新車を搬入する時などに京急の久里浜工場まで迎えに行くことがあります。そして車両に気を取られがちですが、使われていないホームと線路を敷ける土地にお気づきでしょうか。複線用の設備が整備されたものの、需要が少ないので単線分しか使われておらず、今でもそのままです。隣のホームには鉄骨の周りの仕上げパネルがないほか、ホームの表面の仕上げもなく、階段なども作りかけのような状態で、ホームのこちら側に駅名板があります。京成の映画館である京成ローサの広告が出されており、ここには一般の広告はないようです。また、下り寄りでは橋脚が出っ張っており、ホーム自体を伸ばせるようになっていますが、こちらも実現の見通しはなさそうです。側壁には、広告板をつけるためのスペースがぽっかり空いており、需要の少なさが伺えます。ホームの案内表示板は、今では少なくなってきたランプ式です。上り電車が参ります。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。最初の駅なので下の階層に降りてみます。改札階にはこんなものが。スカイアクセス線の模型もあります。この駅では同じホームに上下線の列車が発着することもあり、注意喚起の張り紙などがそこら中にあります。使われていないホームへの動線は壁で塞がれ、足元の途切れた点字ブロックが哀愁を誘います。傍らには鉄拳公団が建設したことを示すプレートが。改札の外に出てみます。券売機は2台だけ。あと3台は置けそうですが、パネルで塞がれています。列車は日中3本、朝の上りはかろうじて4本ですが、数駅下り寄りに行くと3本とも言える微妙な本数です。正面にはバスロータリーがあるものの、屋根があるのはごく一部で、設備自体も持て余し気味です。駅の間口はかなり広く、前に広がる半円形の階段が豪華な感じで、鉄拳公団の凄みを感じます。千葉中央バスの蘇我駅行きが発車。バスの目的地はより規模の大きい蘇我駅で、千葉寺駅は経由地の一つです。千葉寺駅を出発です。次の大森台駅まで線路は単線のまま。沿線にはマンションもあり、人口密度は決して低くないですが、やはり JR の駅に近すぎるのがネックなようです。次の大森台駅に到着です。前後は掘り割りになっており、駅自体は千葉市で唯一の地下駅ということになっています。終点だった頃は片方のホームを使っていたものの、今では両方のホームを使い、列車の行き違いも行われるほか、将来ホームを伸ばせるようになっています。
駅の外観がこちら。内部に電気融雪装置を備えたかまぼこ型のドーム屋根が特徴です。この駅を出てほどなく線路は再び単線に戻ります。次の学園前駅まではニュータウンの開発がほとんどされておらず、沿線には森が目立ちます。それでも鉄拳公団ご自慢の豪華な設備のおかげで結構な速さで走ります。また千原線には踏切がありません。学園前駅に到着です。学園前という駅名は周辺にとある大学のキャンパスが建設されることを踏まえて付けられたものですが、その計画は後に中止されています。駅の西側、あの森の向こうには中学校と高校と短大があり、学園前という名称に違和感はないですが、元の計画とは違うのです。学園前駅を発車し、再び線路は単線に戻ります。千原線はニュータウンの真ん中ではなく南西をかすめるように走っているので、線路から少し離れると住宅がまばらになります。上り勾配の先にあるのが次のお弓の駅です。外側に張り出した鉄骨で屋根を支える構造には結構お金がかかってそうです。ここもホームが2つあるものの、向かって右は使われておらず、千葉寺駅と似たような状況です。駅を出て1キロほどで沿線の建物がなくなります。左の森の向こうにはゴルフ場があります。一方、右側のソーラーパネルが並ぶ土地は千葉急行電鉄の車両基地として確保された土地です。千原台駅から入る線形でそれなりの規模の施設ができそうな広さですが、千葉急行の破綻で計画は白紙になっています。沿線に住宅がみっちり並ぶエリアは思いのほか少なく、確かに経営は苦しそうです。そしてここが終点の千原台駅です。ホーム2つ、線路3本の駅として計画され、列車の待ち合わせなどができるように考慮されていましたが、今は東側のホーム1つと線路2本だけが使われており、それ以外は保守用の車両を留め置くスペースとして使われています。ホームによります。千原線では駅名板などの交換が他の路線より遅く、割と最近まで千葉急行電鉄の仕様のものが残っていたといいます。この列車は折り返しの津田沼行きになります。ホームができる予定だった土地には資材を置くためと思われる小屋が、あそこなら雨が直撃しないので建物も長持ちしそうですし、今の施設も持て余し気味なだけに余っている土地は有効活用しないといけないです。現在でも千原線内には車両基地などはありません。あれも保線用の設備でしょうか、正体不明です。改札階に上がります。使われていないホームへの動線は壁で仕切られていますが、天井が高いので奥の様子もわかります。どの駅もそうですが、駅舎自体は立派で、ここは柱もお金がかかってそうな感じです。千原台駅の乗降客数も1日平均で6000人ほどで、券売機のスペースは結構余っています。ここはホームの上に駅舎があるため天井が高く、開放感があります。駅前ロータリーもかなりの広さで、壮大な開発計画が当初ほどの規模にならなかったことが感じられます。駅の東には2022年にできたマンションと2017年にできたシニア向けのマンションが、ただし空き地も目立つほか、駅から少し離れるとゴルフ場と畑などが広がります。下り寄りの様子がこちら。下り方面に向かって点灯している信号機が見えますが、ここより下り寄りに列車が入ることがあるのでしょうか。そしてこの先にはまだ線路を敷ける土地が続いています。小湊鉄道から譲り受けた天有木駅までの延伸計画の名残です。草地が途切れた先ではシートがかぶせられ、雑草が伸びないようになっています。右手前には側壁もあり、架線を支える柱を立てるための台座もあります。線路用地は川の手前で途切れているものの、千原台から2キロほど離れた辰巳台には線路を通すために確保された土地があります。この土地はルートが変わる前の線形に沿っているのか、千原台からだと S 字カーブを抜けた先にあります。幅はおよそ40メートルで、いかにも駅が作れそうな幅です。
国道が坂道になっていても土手で水平が確保されるなど、鉄道用地っぽさが全開です。ただし、これ以外に確保された土地はありません。かつて千葉急行は京成と共に多くの土地を保有していたものの、資金不足を補うため、およそ6万平方メートルの土地の大半を千葉県や市原市に知らせずに売却してしまったのです。市原市は辰巳台への延伸を念頭に出資していただけに大問題になり、市民による抗議活動も行われたそうです。千原台から天有木までの事業許可は2019年10月24日に期限を迎えています。ところが京成は工事施工認可の申請期限を延長し、あと10年期限が延ばされることになりました。京成は延伸予定区間の沿線に病院や大学などがあり、広域からの集客が期待できること、沿線では依然として大きな開発余地が見込まれていることを踏まえ、延長申請をしたと説明しています。開業以来苦しい状況が続く千原線、大化けする日が来るのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。